加藤陽子、満州事変から日中戦争へ。第1章、満州事変の4つの特質。1、相手の不在。4つの特質。1931昭和6年9月18日夜10時20分、中国東北部満州、遼寧省の信陽、法典に近い龍城湖で、南満州鉄道の線路の一部が爆破された。関東軍参謀の石原幹二らによって29年から周到に準備された作戦が、ここに実行に移された。満州事変を歴史的に考えようとするとき、なぜこのような事変が起こされたのか。人はまずその理由から考えようとするだろう。歴史の因果関係に着目するのはきっと自然であり、大切なことでもあるからだ。しかし例えば、2001年9月11日、アメリカで起きた同時多発テロの衝撃に接したとき、我々はテロをかつてなかった戦争、ウォーライク・ノー・アザーと呼び、まずはその新しい戦争の形態上の特質に注目した。瞬時にして世界の情景を変えてしまうような暴力の実態に迫るには、形から入るのが適していると本能的に感じたからなのかもしれない。さらに本書に引き付けて言えば、満州事変を主導した石原自身、日露戦争、第一次世界大戦に際して、戦争の形態上の変化や特質について、最も親密に研究を加えていた人物に他ならなかった。よってこの章においては満州事変が持っていた形態上の特質について明らかにし、本書全体の導入としたい。満州事変は1、相手国の指導者の不在をついて起こされたこと。2、本来は政治関与を禁止された軍人によって主導されたこと。3、国際法との抵触を自覚しつつ、しかし国際法違反であるとの非難を避けるように計画されたこと。4、地域概念としての満蒙の意味する内容を絶えず膨張させていったこと。この4点において際立つ特質を持っていたと思われる。ならばなぜこのような形が選択されたのか。また、このような形が選択されたことで、満州事変は日本社会をいかに変容させていったのか。それを考えたい。まずは一から見ていこう。その時の二人。その時、蒋介石は首都の南京を許すにしていた。蒋は国民政府主席、陸海空軍総司令であったから、政治的にも軍事的にも中国のトップの地位にあったと言ってよい。張学良もその根拠地、信陽を留守にしていた。省は東山省、遼寧省、吉林省、黒竜江省と呼ばれた東北部の実質的な支配者であり、東北編防軍司令長官の地位にあった。本来いるべき場所を離れて、その時二人は何をしていたのだろうか。地震が起こる前、31年7月から9月にかけて省は、約30万の国民党軍を率い、厚生省を本拠地とする中国共産党、皇軍に対する第三次総強戦を行っていた。前年12月の第一次総強戦の時点から、省の率いる国民党軍は苦戦を強いられていた。省の直面していた軍事的脅威はそれだけにとどまらなかった。国民党内の反省勢力であった王長明らを中心に、31年5月28日、広州国民政府が樹立され、ここに関東派と交際派からなる反省連合軍も加わった。事変の5日前にあたる9月13日、省の率いる国民党軍は、この反省連合軍を相手に湖南省において戦っていた。省は交際省と湖南省、2つの場所で異なる相手との内戦を強いられていたのである。内戦への対応に追われていた省は、南京ではなく交際省の首都、南省で事変の第一歩を聞くこととなる。一方の張学良はどうであったのか。事変前の張は、河北の石油三軍が起こした反乱に対応するため、以下の東北変防軍、以下東北軍と略すの精鋭11万5千名を率い、関連すなわち頂上以南の河北にいた。結果的に31年8月4日までに鎮圧された反乱は、そもそも日本側特務機関が赤軍を買収して起こさせたものだった。関東軍は事変の準備にあたって東北軍主力を事前に河北方面に牽制することまで知っていた。張は30年5月の中原大戦において反省連合に加わらなかったことで南京国民政府から感謝される立場にいた。その結果、北京、天津の英治司令や河北省政府主席などの重要ポストを自派で握れるようになり、31年になると東三省に加えて河北にも
政治的経済的な支配を広げる準備に取り掛かっていた。赤軍の反乱がなかったとしても、趙が東北を留守にする可能性は高かったろう。事実彼は、信用ではなく、北京で第一報を聞くことになる。謀略の深度。このような経過を見れば、趙と趙が本拠地を離れた時を狙った事変が起こされたと考えるのは自然であろう。ではなぜこうした形が必要とされたのか。関東軍は日露戦後、関東州の防備及び満鉄線の保護を任務として置かれた軍隊であった。19年4月、武漢線の関東都督府が廃止され、関東庁が設置されるのに伴い、独立の在満軍事機関として発足した。鉄道守備にとどまらず、日本の在満権益を軍事力によって保護する役割、対蘇戦略を遂行する主体としての役割を次第に強めていく。しかしその兵力は事変前には、内地から2年交代で派遣される中殺師団と六個大隊の独立守備隊、合わせて約1万400名でしかなかった。この数を東北軍約19万と比べれば、比嘉の兵力差に歴然たるものがあったことが理解できよう。当然、当時の関東軍の兵力で全満州を短期間に制圧しようとすれば、この兵力差が最も問題となったはずであり、その懸念を除去するため、東北軍精鋭とともに趙が不在であり、趙が小京戦、藩省連合との戦いに忙殺されていた時期を考察に入れた上で事変は起こされたのであった。2、政治と軍人。公会堂で、次に満州事変の特質の第2点。先に2として示した。本来は政治干渉を禁止された軍人によって指導された点について見ておこう。石川県に生まれ金沢の第四高等学校を得て、24年、東京帝国大学文学部に入学した青年は、東大新人会での活動後、日本共産党に入党、28年の 3.15 事件、同年実施された第1回普通選挙において、労働農民党候補を立てて公然と活動した共産党に対して、時の田中義一内閣が治安維持法によって弾圧を加えた事件で検挙された。保釈後の弱った体を借りをするため、青年は故郷石川県へ戻った。30年頃である。青年の名を石堂清友と言った。ある日、小松町の公会堂前を通った石堂は、普段街では見かけない日焼けした顔の農民たちで、公会堂が満員になっている様子を目にする。入り口には、次局大講演会との看板が掲げられ、陸軍省から派遣された少佐が演説していた。壇上の少佐は、窮乏のどん底にある農村の様に触れた後、解決策としては思い切った手段が必要だと説いて次のように続けた。いわく左翼の組合は土地の平等分配を要求しており、これは確かに最もな主張だが、仮に日本の全耕地を全農家に平等に分配しても、その額は5担部、一旦は992平方メートルにしかならないではないかと。この後、次のような注目すべき先導的な一節が述べられるのである。諸君は5担部の土地を持って息子を中学にやれるか、娘を女学校に通わせられるか、ダメだろう。日本は土地が狭くて人口が過剰である。このことを左翼は忘れている。だから国内の土地所有制度を根本的に改革することでは改革できない。ここで我々は国内から外部へ目を転換しなければならない。満蒙の欲やを見ろ。他人のものを失敬するのは褒めたことではないけれども、生きるか死ぬかという時には背に腹は変えられないから、あの満蒙の欲やを頂戴しようではないか。これを計算してみると、諸君は5担保ではなしに、5担部ではなしに、一約10丁部、一旦の100倍、ほぼ10ヘクタールと相当の地主になれる。つまり旦那衆になれる。演説の中にある左翼は労働農民党を指し、左翼の組合とは日本農民組合などを指すのだろう。かつては小作人主導による小作料減免要求が中心だった小作葬儀は、少佐の演説がなされた昭和恐慌期になると、地主主導による小作地引き上げ、小作料滞納一掃要求へと、葬儀発生の理由を劇的に変化させていた。恐慌で打撃を受けた農村においては、小作人だけではなく地主も急迫し、地主小作家に土地をめぐる死活的な闘争がなされるようになっていった。小作料ではなく土地が問題であった。このような背景を理解しておいて、今一度少佐の演説を読めば、言葉の持つ一つ一つの重みがよくわかる。五反、中学校、旦那衆という言葉を効果的に積み重ねた後、少佐は満蒙の欲やを頂戴しようではないかと述べていた。この講演は陸軍の推進していた国防思想普及運動の手法における一コマであった。陸軍刑法第103条。
陸軍側が国防思想普及運動にかけていた意気込みは並大抵なものではなかった。本来軍人は陸軍刑法第103条、政治に関し、上書憲白その他、請願をなし、または演説もしくは文書をもって意見を抗議したる者は3年以下の禁錮に処すによって政治運動を禁止されていた。しかし当時、国民軍縮同盟の尾崎幸夫などが批判していたように、第103条は遵守されていなかった。法典での批判は免れがたいと自覚していた陸軍省は、軍や師団の参謀長にあて、31年8月、政府の政策など軍人が批判した場合は法に触れるが、国防軍備などに関して軍人の職責と本務に照らして、事実の解説並びに研究の結果を発表するのは禁じられていないとの解釈を追徴した。同追徴中には、刑法第103条に触れない具体例として、満蒙における河検駅を説明し、外検駅の現状を紹介する例が挙げられていた。事実を紹介した上で日本の取るべき態度につき、聴者や読者に自然に推断せしむるがごときは、豪も陸軍刑法第103条に抵触するものにあらざるなり、と陸軍省は強引な判断を下した。軍人が法的に政治運動を禁止されており、しかしなお政治運動を行う必要がある場合、事実の説明によって国民に何をなすべきか推断させればよい。こう陸軍は開き直り、講演会を全国展開していったのである。赤道青年が小松町の公会堂で聞いたように、満蒙の欲やを頂戴しようではないかといった明らかな扇動もあったろう。しかし、デモクラシーや共産主義思想の洗礼を受けた国民に対して陸軍が行ったのは、こうしたあからさまな扇動というよりは、むしろ国民に事実を示し、推断させる説得の形式に出会ったのではないか。推断の具体的手法については、国防思想普及講演会の種門から明らかとなる。種門は在郷軍事委員会の機関紙専有や陸軍将校の親睦知識交流のために発行されていた開講書記事であった。そうした記事に共通して見られる特徴は、必要なまでに数字を上げていること、歴史的経緯に力点を置いていることだった。一見すると客観的に見える数値や歴史的経緯の持つ力に訴えて、何をなすべきか国民に推断させようというのだろう。事実の内容。ここで参謀本部第二部長、情報、立川義嗣が31年3月3日、在郷軍人会本部評議会において、我が国をめぐる諸国の情勢と題して行った講演の内容を見ておきたい。この講演筆記が後に専有に掲載され、その後の講演活動において有力な種本の一つとなっていったからである。まずソ連の軍備状況の様を詳しく述べていた。煩雑な、簡素な数字が並ぶ。航空兵力は、1927年には97中隊700機なる使用、昨年には203中隊約1700機に増加し、戦争については1927年には戦車隊10部隊であったのを拡張して、戦車連隊3連隊、独立戦車隊隊4ないし5、独立戦車中隊着艦といたしまして、現在は約400の戦車を持っております。列挙された数値自体は正確であったろう。だがこの数値は極東ソ連軍の航空機戦車配備数ではなく、欧州戦線も含めたソ連軍全体の航空機戦車数であることは明示されていない。当時の危機点には日本の航空機は100、戦車は50といった知識、いずれも32年9月の数値があったろうから、ソ連軍の豊かな装備への恐怖感と危機感は癒ましたと思われる。ついで、立川は日本の満蒙権益と列国による承認との関係史を次のようにまとめた。17年の11月には石井ランシングの協定が結ばれまして、従来我が国の満蒙政策に最も反対しておりましたアメリカですらも、満州における我が国の権益を認めることになりました。しかし2、3年後のワシントン条約において、それが逆戻りをして、全部日本が放棄するのをやむを得ざるに至ったのであります。協定や条約の名前が多く言及されるが、石井ランシング協定の時点でアメリカや世界から承認されていた日本の満益権益が、ワシントン会議では全部廃棄されたとの歴史解釈には無理がある。どの部分が問題なのかは第2章以下で明らかにするが、参謀本部大臣部長がこのような演説を行っていたのが、満州事変の半年前であったことに注意したい。条約と国際法。立川による歴史的経緯の説明の2例目を見ておこう。条約上認められた日本の権利を日国側がいかに侵害してきたか、それを立川は熱心に論じていた。明治38、1905年12月の日清条約の秘密議定書によりまして、満鉄に並行する線は、
満鉄の利益を害するからしかないという厳格なる取り決めがあるのでありますが、中国側はそれを無視して、我が国の抗議を追いながら彼自身これを作ったのであります。満州における勝訴権、当事者商議による自由契約による土地貸借というのが残っています。これは条約書に現存しているのであります。しかるに今日一つも行われておりません。満鉄平行線禁止問題と勝訴権問題の2つは条約を遵守しない国として中国を非難する文脈で、当時にあっては広く論じられていたテーマであった。歴史過程を分析すれば、立川の言うほど事態が単純でなかったことは容易にわかる。だが立川の演説のうちどの部分が作為的な誤認なのか、どの部分が無知からする誤認なのかについて正確に答えられる人間は、当時も今もさほど多くないはずである。今の時点で立川の議論を読んだとき、なぜか聞き覚えのある感覚にとらわれるのは、現在においても立川の観点と同様の観点から歴史を解釈する議論があるからだろう。満蒙に関わる数字や歴史経緯を事実として国民の前に示し、何をなすべきか自然に推断させるこの運動は31年8月から本格化した。満州事変4日後にあたる9月22日付の国防思想普及講演会状況並びに、その反響に関する県報告で憲兵司令官は、講演会について反響をすこぶる大にして、むしろ予想以上の成果を収めつつありと満足していた。動員された民衆の数は9月24日の段階で憲兵司令官が把握していただけでも48万8100名に上ったという。本来は政治運動に関与し得ないはずの軍人が事実の問題として運動に積極的に関与していたことから必然的に必要とされた事実と推断という説得の形態と方式は、中国問題に関する数値的把握と歴史的経営の尋常ならざるこだわりを国民にも発揮させたであろう。数史と歴史が問題とされる場合、日本側は必ずと言ってよいほど、条約や国際法を論じようとした。さらにこうした態度は、世界の多勢が支持する国際法の体系が大きく変化する第一次世界大戦後にあっては、決して小さくない抵抗を受けることを意味する。ここでアメリカ大統領ウィルソンの言葉を紹介しておきたい。1919年4月、パリ講和会議における四大国会議の席上、山東問題で対立する日中間の主張を聴取したウィルソンは、傍らの英国外務大臣バルフォア、首相ロイド・ジョージの臨時代理に向かいこう述べた。日本というのは、ことにあたってなかなか難しい国です。私も過去の経験から、日本人は条約の解釈について大変巧妙な説明をすることは知っています。日本の力をうまく制御できなければ太平洋の平和を保たれないと考えていたウィルソンにとっては、条約について大変巧妙な説明をして、既得権益を死守してくれる日本は、手強い相手と認識されていた。本来は政治運動に干渉できない軍人が、刑法第103条を回避しつつ、満蒙問題の事実を国民に啓発し、推断させる方式での政治運動を推進しようとするとき、数史と歴史がグロテスクなまでに援用されざるを得ない構造が必然的に敗退されたと言えるだろう。3、事変の形、不戦条約。次に満州事変の特質の第3点。先に3として示した国際法との抵触を自覚しつつ、しかし国際法違反であるとの非難を避けようとしていた点について見ておこう。関東軍のほか、参謀本部第2部、満鉄調査課などにとっても、満州事変の形は周到に計画されなければならないものであった。彼らが最も懸念したのは列国ごとにアメリカの干渉であった。干渉を避けるためにも短期間に全満州を軍事的に制圧する必要があった。その際、彼らが事変の2年前、29年に起きた中ソ紛争を貴重なケーススタディとして注目していたのはほぼ確実だろう。中ソ紛争とは、張学良率いる東北政権の国権回収熱によって中国とソ連との間に生じた武力衝突をいう。同年5月、張はハルピンにあるソ連総領事館を強制捜査し、同年7月、中東鉄路、東西鉄道の実力回収に及んだが、鉄道利権の現状回復を求めたソ連は、張の東北軍と戦闘を行い、同軍を撃破した。こうした極東の不安定化を受けて、アメリカが動いた。同じ7月、不戦条約の正式発行を待って、国務長官のスティムソンは、紛争調停期間中の第三国による鉄道管理案を含む調停案を中ソに示した。29年当時、外相であった重原喜重郎は、ソ連と密接に連絡を取り合い、アメリカの介入排除に努めた。満州問題は当事国同士で解決すべきだというのが重原の考えであった。
中国から信頼されて仲介に動いていたドイツもまた、日本とともに中ソ二国間交渉を斡旋したため、極東に不戦条約を初めて適用しようとのアメリカの意図は貫徹されずに終わった。アメリカは次なる機会にこそ不戦条約を根拠に干渉してくるはずだ。ならば国際連盟規約9カ国条約、不戦条約に抵触しない事変の発言形態を取ればよい。このような思考の連鎖の結果、国際法に抵触しない戦争の形態が選択されていった。民族自決での回避。こうして選択されたものがその悪性ゆえに、張学良は満州の民衆の支持を失ったとの論理である。当該地域の民衆は民族自決の原理によって国民政府から独立したのだと説明される。31年秋、事変勃発直後とみられる時期、参謀本部第2部は、満蒙新政権の樹立は表面的な事態の分裂作用の結果なりと説明すれば、アメリカが武力的干渉に出る恐れはないとの情勢判断に立っていた。また32年1月、関東軍参謀の板垣清志郎が、荒木貞夫陸将と会見するため、東京に持参した書類には、次のような一節があった。旧国条約においても、連盟規約においても、日本がシナ本部と分離せしめんとする直接行為をあえてすることを許さざるも、シナ人自身が内部的に分離するは、右条約の精神に配置せず、こうした見方は陸軍の一部の考えに過ぎなかったようにも見える。しかし政府の課長レベルの決定においても同様の考え方が確認できる。32年1月6日、外務陸軍海軍3省の課長官で、以上各藩の始祖の実行にあたりては、努めて国際法ないし国際条約抵触を避け、中んづく満蒙政権問題に関する施策は、旧国条約などの関係上、できうる限り品川の自主的発意に基づくがごとき形式を可とすとの決定がなされた。このように日本側は満州の独立国家化を民族自決から説明した。関東軍は新政権や新国家に動員されるべき人物が、張学良の満州帰還を恐れ、新政権や新国会の参加を躊躇する可能性を封ずるため、全満州の軍事的制圧を急いだ。本書の第一節で述べた点と関連づければ、省と長との不在を狙って事変が起こされた背景として、新政権に加わることになっていく中国側、主として中国東北部出身の政客の躊躇を排除し、早期に治安維持会を組織化する必要性もあったと指摘できよう。中国側によって迅速に新政権樹立がなされたとの弁明が可能であれば、民族自決の内実も保障される、こう考えられた。事実32年11月21日、リットン報告書の審議にあたる国際連盟理事会の席上、松岡洋介全権は、日本人が満州国の独立を計画したとのリットン報告書の記述部分に対して、次のような反駁を加えた。法典の地方自治維持会は早くも31年9月26日に独立宣言を発し、続いてハルピンや吉林などでも同様の宣言が続いた。これほど迅速に日本人が事を運べるはずがないではないか。午後にかかる能力がないと。確かに松岡の述べた通り、9月24日、法典地方自治維持会が設立され、26日には遼寧省地方維持委員会に改組され、遼寧省政府の機能を代行し、独立が宣言されている。無論、地方維持委員会が民族自決原理によって自然に誕生しているというのは詭弁であった。31年9月22日、関東軍において、板垣、石原のほか、土井原賢治、片倉忠らが会合し、東北4省、東3省に熱河省を加えた領域と蒙古を領域とし、清朝最後の皇帝である戦闘帝溥儀を当主とする政権樹立が構想されていた。自衛で回避。かつて不戦条約に関してアメリカの国務長官ケロッグが28年6月23日関係各国に送った覚書には、自衛権の悪用について警戒的に述べた次のような一節があった。無法なる者にとりては協定せられたる定義に適合するよう事件を熱査すること、極めて容易なるがゆえに、条約をもって自衛の法律的概念を規定することは平和のため利益にあらず、ケロッグの覚書は同条約の欠点として当時からしばしば批判のあった点、すなわち自衛権概念が不明確だとの批判に応えて書かれた形をとっていた。無法者による悪用を避けるため、あえて自衛権概念を法律的に明確に規定しないとの言明は注目に値する。定義に適合するよう事件を熱査するとは、3年後に起こされた関東軍の謀略を正確に予言したかのように見える。ここまで述べてきた満州事変の形態的な特質は以上のようにまとめられる。彼らは20倍の兵力を持つ東北軍を短期間に制圧できないのを自覚していた。彼らは自らの運動が政治関与に他ならないのを知っていた。彼らは満州事変における民族自決と自衛の論理がカモフラージュに過ぎないと分かっていた。表面シナ自体の分裂作用の結果、
自主的発意に基づくがごとき形式という言葉からもそれは明白であろう。本来は政治に関与できないはずの軍人は何をなすべきかを国民に追談させるため、数字と歴史を援用して、極東の不全感の不安を煽り、中国の国際不法行為の不当を鳴らした。相手国が条約に違反する行為をなしたのだから、自衛権の定義に適合するような事件をネストするのは、はじめに述べたように、交渉であり、復旧だと考えられていたのである。4. 膨張する満蒙概念。満州と南満州。講演の中で立川は、満州における我国の権益と述べたかと思えば、満蒙における我国の権益とも表現していた。満州と満蒙とはその含意する区域が違っていたのだろうか、同じであったのだろうか。最後に4つ目の特徴、すなわち地域概念としての満蒙の意味する内容が絶えず拡大していったことについて検討を加える。ある地域を指す言葉として満蒙が使われ始めたのは、そこに住む人々によってではなく、日本人によってだった。満蒙を説明するには、まずは満州を説明する必要がある。本書ではこれまで満州と記述したが、本来は三髄の満に三髄の州と書くべきものであった。満州とは民族名、国家名であった満州に同音の漢字を当てたもの。つまり、満州語の漢語音者であって、そこに住む当事者にとっては空間や地域名を表すものではなかった。しかし日本では1687年の時点で後期帝の本国満州といった表記で使われていたことが確認でき、また18世紀末に書かれた北佐文略などで地域名として満州を用いた例などもよく知られている。こうした用法はヨーロッパ人によって作成された当該区域の地図にも散見された。総じて19世紀のロシアの進出と新国支配領域の縮小、清朝体制下での東三省という枠組みの成立とともに、東三省の領域がヨーロッパと日本人などによってマンチュリアあるいは満州とみなされるようになったと言えるだろう。これ以降、本書は慣例的表記に従って満州との表記に戻る。では、南満州とはどこを指すのだろうか。南北の境界線はどうなっていたのだろうか。昔から境界線があったわけではない。日露戦後、1907、明治40年7月30日、第一次三四次金持ち内閣によって調印された第1回日露協約付属の秘密協約により、日本とロシアは、鉄道と電信に関し、南満州は日本、北満州はロシアの勢力範囲とすると相互に認め合った。その際、地図上の南北の境界線が定められた。しかし、この時点ではロシアの南下に対する南満鉄権益の予防的措置としての意味が強かった。紙の上の境界線をイメージしてみよう。まず、本州を地図上から探し、その地点から筆を起こし、七輪の北を通り、第二小河口に沿って西に進むように線を引き、外蒙古、外モンゴル、モンゴル人民共和国と内蒙古、内モンゴルとの境界線まで筆を進めると南北の境界線となる。イメージとしては中東鉄路の航行系、ハルピン、ウラジオストックをつなぐ線路を思い描き、その南側に長春とハルピンの中間地点を通るように平行線を引くと、大体この南北の境界線と重なる。満蒙とは、では満蒙の蒙にはいかなる意味が付与されていたのだろうか。10年7月4日、第二次桂太郎内閣は、第2回日露協約付属の秘密協約を調印し、第1回日露協約の密約で定められた鉄道と電信に関する南北区分線を、鉄道と電信以外の全般的な利益範囲まで拡張する合意に達した。その際、外蒙古は当然のごとくロシアの勢力範囲とされた。この後、11年10月の辛亥革命、12年2月の清朝滅亡という新しい事態に対応するため、第二次西園寺内閣は、同年7月8日に第3回日露協約を調印する。付属の秘密協約において、内蒙古部分について、日本とロシアは合意に達し、北京の経度であるグリニッジ統計116度27分より東を日本の、西をロシアの特殊利益地域と決定した。このようにロシアとの秘密協定の積み重ねによって日本側は、南満州と内蒙古については、北京の経度から東側部分を、自らの利益範囲に入れることに成功する。無論こうした合意は中国側の了解を取ってなされたわけではなかった。第3回日露協約の裏では、英米独立の4カ国銀行団による4国借款団によって、清朝東海、新政府承認と絡み、日露を同借款団に組み入れることで、日露を牽制しようとする動きが進んでいた。これは六国借款団として12月6日、12年6月成立する。日露は借款団に加入する際のお互いの除外範囲を決定するためにも、双方の特殊利益地域を確定する必要があった。
このような背景があったために、借款団規約作成の日本側責任者であった内田康也外相の交渉方針が4カ国側とロシア側双方の出方を警戒したものとなったのは当然の成り行きであった。ロシアが広大な地域の除外を指定し、それが各国から承認されてしまった場合、取り返しのつかないことになる。日本は借款団に対して南満州のほか、南満州に接近する猛虎を除外したいと申し入れた。南満州だけの除外では、猛虎はことごとく露国の特殊利益及び利益の範囲内になることを是認することになってしまうからである。米独はこうした日露からの除外要求に反対し、結局日本銀行団は、本借款が豪も南満州及び南満州に隣接する内蒙古の東部地方における日本の特殊なる権利及び利益を毀損するがごとき、ことなしとの了解のもとに本借款に参加するとの文言が議事録に留められることで妥結した。東西の内蒙古とは、それでは日露はその東西の部分を分割した内蒙古とは、具体的にどの地域に相当するのだろうか。日本側の理解によれば、内蒙古とは、南や頂上線で区切られた東四愛幕、ジュリム愛幕、プスト愛幕、ゾエト愛幕、ショーダ愛幕、シリンゴール愛幕、西ニア愛幕、トーランサップ愛幕、イカツ小愛幕、シャハル部からなる地域と考えられていた。こうした区分の根拠を日本側は中国で発刊された各種知史、中華地理全史や職員録の内蒙古職員表からも明らかであると主張している。しかし同時に関東と都督府の作成してある文書は、東西内蒙古という概念は中国側にはないと次のように率直に認めていた。東西内蒙古の名称は死な知識に帰するものなく、ただ我が法人の著書に参見するのみをもって、この名称は我が法人これを命名すというおえべし。日露による秘密協定で設定された東西内蒙古という紙の上の地域概念は、日本人による命名に過ぎなかった。東4名、西2名、チャハル部からなる内蒙古を、東4愛幕、西2愛幕、チャハル部からなる内蒙古を、北京の経度で東西に分ければ、東には東4愛幕とチャハル部の一部が入るとし、日本側はこの地域を東部内蒙古と呼んだ。このようにして12年、南満州と東部内蒙古と合わせ地域概念としての満蒙という語彙が新たに誕生した。東蒙をめぐる攻防。利益範囲の設定は、日本とロシアの場合は日露公約の秘密条項で確認し合ったものであり、英仏の二列強はそれを内国という形で知らされていた。しかし、日本の利益範囲が英仏ロから認知されていたとしても、当該地域が中国の主権の下にある以上、中国から法的権利を承認されなければ実体化されない。事実、日露戦争の戦勝によって日本がロシアから獲得した権益は、改めて清国から承認を得る必要があった。中国は5年12月22日、満州に関する日清条約及び付属協定に調印し、ロシア権益の日本への移転譲渡を原則として承認した。しかし、東部内蒙古が日本の利益範囲であると北京に認めさせるのは困難であろうと予想された。12年の借款団交渉において各国からも指摘されていた通り、そこには権益の実態がなかったからである。また、同地域を外国の影響下に置くことは、中国の首都が北から脅かされることとなる。これは日英同盟が有効であった時でさえ、イギリスの忌避するところであった。日本は15年5月、いわゆる21か条要求を最後通帳付きで行い、南満州及び東部内蒙古に関する条約によって、ようやくその目的を達した。膨張する概念。南満州及び東部内蒙古に関する条約は、その第4条において東部内蒙古に言及していた。本条文によって日本人は中国人と合弁であれば同地域で農業及び物流の工業経営が認められることとなった。日本がこのように要求を行ったのは、またしてもロシアとの均衡の論理から来ていた。12年11月3日、ロシアは外蒙古の領域を対象として、治外法権を有したままで内地雑居権を中国に認めさせたが、その先例を日本は持ち出した。だが外蒙古は中国にとっては周辺地域、すなわち半部という地域でしかなかったが、南満州や東部内蒙古に担当する地域は、半部とは根本的に異なる要衝の地位にあった。ここで注目されるのは、日本側が交渉にあたって、東部内蒙古の範囲を中国側に言明しないようにしていたことである。日置駅中華公使に対する加藤孝明外相の訓令には、この際、我が方より進んで品川に言明する必要もなく、また右の範囲は漠然といたしおく方しかるべしとの一節が見える。
東部内蒙古の範囲を言明しない方が有利であるとの認識があった。先に見たように日本側は当初東部内蒙古を東4愛幕と、東4愛幕とチャハルブからなるチャハルブの一部と考えていたが、その際、当該地域や中国側の制度改正により、28民国17年、熱波症と解消され、32年の時点では、22県を包含する地域となった。それに伴い、東4愛幕とチャハルの一部をその実質的な内容としていた東部内蒙古は、32年時点では、熱波省とチャハル省すべてを合した領域として日本側に認識されるようになっていたことが関東庁作成の地図からわかる。このように中国側が地方行政制度を整備する機会を捉えて日本側は、自らが東部内蒙古と呼称する領域を拡大解釈していった。当初は南満州と東部内蒙古を指す概念が、東三省に熱波省、チャハル省の2省を加えた地域概念に変貌した。さらに32年の満州国の樹立以前は、頂上線の北側に置かれた熱波省と河北省の省境を、日本は満州国創建の過程で頂上線の南側に置く解釈を取り、満州国内に編入する考えを示していた。これは33年の炭空停戦協定とそれに続く交渉で追認される。以上、このように日本の取った方法は、まず言葉を地域に与え、ついでその言葉に包含される実態を時間とともに膨張させるやり方であった。